はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回ご紹介するのは、こちら。はい、ソーストマトでございます。で、これまでね、ご紹介してきましたソースメール、マザーソースですよね。これの最後の5番目のソースになります。今まで、作ってきたのがベシャメル、ブルーテ、エスパニョール、そしてオランデーズで、最後にこのソーストマトのご紹介となります。で、こちらのねソーストマト、トマトソースなんですけども、こう皆さんこうパッとね日本の方々であればこう思いつくのはこうイタリアンのねトマトソースっていうのが非常にこう強い、イメージがあると思うんですけども、フレンチのトマトソースはまたちょっと違ったものになってきます。で、ここら辺の違いなんかは最後のね専門的なところで、ちゃんとねご解説していきたいなと思いますので、まずはね早速作り方の方いってみましょう。それじゃあね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。でいきますよ。せーの、ドン。はい、こちらね、粗ごしトマトになりますね。もしあれば完熟のトマトとかあるとベストですね。で、こちらトマトペーストご用意ください。で、こちらフォンドボライユご用意ください。で、こちら玉ねぎ、ベーコン、ニンニクになります。こちらローリエで、パセリの軸、そしてタイム、この3つですね。ご用意ください。で、ニンニクはもう潰すだけで OK です。こんな感じでお願いいたします。で、玉ねぎは芯のところね取ってあげまして、でスライスしていきます。はじめはねちょっと斜めの方向からいっていただいて、タタタタタッといっていただいた後、高くなってきますので、ここはねちょっと速度を落としていただいて、でまた倒していただいていっていただければ OK ですね。こんな感じになってれば OK です。でベーコンはブリノワにしていきます。もうこれもねざっくりでいいので、もう本当にざっくり細かく切っていただければ OK です。こんな感じで OK です。でこういうお茶パックあればご用意いただきまして、でこの中にねもうハーブ類は入れちゃいます。こんな感じですね。なければこうポアローとかでねこう巻いたりとかしてブーケガルに作るんですけど、私はいつもああいう形でやってます。で、熱したね油のところに弱火でニンニクを入れて香りを出したところにベーコンを入れていきます。でこんな感じでねしっかり弱火で炒めていきます。である程度炒まったら玉ねぎを入れていって、しんなりするまでね炒めていきます。ここら辺まで炒めていただければ OK です。で今から入れるときによくこうね瓶が開かないことってあると思うんですよね。でも使い切るって分かっていれば、もうこうやってね千枚通しでピケで穴を開けて入れてあげると簡単に焼きます。でまずトマト入れていただいて、フォンドボライユを入れていただいて、でね瓶に残ったやつはねちょっと水で洗ってさっと入れていただければ OK です。でこちらでトマトペーストで軽く塩、そして重要なのがこのグラニュー糖ですね。必ず少し入れます。これは味付けのためのグラニュー糖ではありません。こちらね専門的に後でご説明いたします。でよく混ぜたところにこちらのブーケガルニお茶パックですね入れていただいて、で火加減的にはこれぐらいでまず1回ねいきます。こんな感じで出てきたアクとこの油の塊にもなってきますので、ここを1回ちょっと取っちゃいます。そうすると余分なね油分がもう大体ここで取れてしまいますので、ここでしっかり取っちゃいます。で、底当たりしないように、こういうねゴムベラでしっかりねかき回してあげてください。で、大体ねこちらで仕上がりな感じですね。でこれを裏ごしていきます。まず白輪でね軽くこします。本当はねちょっと1回でこしたいんですけども、ちょっとね1回白輪でこしてこんな感じですね。ちょっとこの硬い部分ですね、これを
目の粗いのでこしていきます。ちょうどいいサイズのちょっとこし器がなくて、ちょっとね、二度手間なんですけども、こういう形でこして、まずこのね、ペースト状のところ、しっかりね、これ取っていきます。で、最初に取ったね、シノで取ったこのソースを加えて、で、温めて一体化させていきます。で、こんな感じでね、仕上がりますので、だいたい濃度的にはこんな感じです。で、サラサラしてますけども、実際にはね、このソース単体で使うってことはあんまりありません。ここからいろんなソースに派生するので、だいたいこの柔らかさで大丈夫です。ではね、このトマトソースを使ったちょっとね、なんか一品作っていきましょうということで、鶏胸焼いていきます。倍速です。ではね、本日のガルニチュール、新じゃがとそら豆ですね。軽くバターで絡めたものですね。こちらソーストマトいかがでございますでしょうか。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソーストマトでございました。ここからはね専門的なお話をさせていただきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずね、こちらソーストマト、今回ご紹介しましたのは古典的なフレンチの作り方になります。で、こちらのねソースなんですけども、一点違うとすればブーケガルニのところをこうお茶パックを使わせていただいたっていうところが違うだけで、それ以外は基本的に古典的な作り方でございます。で、イメージされるこう日本人の方でしたら、やっぱりトマトソースといったらこうイタリアンのこうねイメージがすごい強いと思うんですよね。フレッシュ感のあるこうトマトソースでございますので、それとはまた違ってフレンチのトマトソースというのはこういった感じでギュッとね旨味をこうグッと詰めてこう作り上げるのがこのソーストマトになりますね。で、このソーストマトというのは、マザーソースと言われる、ものの一つなんですけども、あまりですね、コース料理だとか、単品のこう料理の中、郷土料理だったり、そういったものの中にですね、単品でこう、あんまり表に出てくるソースではありません。で、何かしらに変わってこう皆さんのね、こう表にこう出てくるようなソースになります。じゃあどういったソースになっていくのかっていうところで、せーのドン。はい、これらのね、ソースに変わっていきます。まずね、ポルトゲーズ、プロバンサルですよね。でミラネーズ、クレオール、このクレオールっていうのがフランスのマルティニークとかですね、ルイジアナとかのですね、伝統的なソースになりますね。であとはこうドゥミグラスですよね。ドゥミグラスを作るときにこのソーストマトを加えたりなんていうのもね、ありますので、実は結構いろんなところで使われるんですけども、ソーストマトとして単体でこうなかなかね表に出るっていうことはないということで、覚えておいていただけたらなっていう感じでございます。で、今後こういったプロバンサルだったりポルトゲーズだったりとかいろいろね皆さんにはご紹介していきたいなと思っておりますので、その時にソーストマトをご用意してくださいって言った時は大体この作り方だなっていうような感じのイメージで持っておいていただければ間違いございませんので、こういった形でソーストマトというのはいろんな分野でこう使われるソースでございます。はい。
はい、ではね、もう一つのポイントのところで、作ってるところの最中にグラニュー糖、諸糖ですよね、加えさせていただきました。で、これがですね、実はすごい非常に重要なところで、よくね、酸味を飛ばすとかっていうような言葉を聞いたことあると思うんですよね。で、実はですね、これ、本格的な話をすると、実はちょっと意味合いが違いまして、諸糖を入れたから酸味がこう飛ぶとか、例えばメイラード反応させるんだとかっていうような感じでねこう言われる方いらっしゃるんですけど、実はちょっと違いまして、これ実はまず一つ目としては味覚のマスキング効果を促すっていうところで、このね諸糖を足す少量ですね足すことで、舌がね感じるこうトマトのこう尖ったこう酸味をですねこう覆い隠すような感じになるんですよね。ですので、感覚的にこうまろやかになったっていうようなイメージがこう錯覚するっていうようなところで、まず諸糖を入れるっていうことをやります。これは、必ずグラニュー糖でやってください。諸糖でないとあまり意味がないので、例えばご自宅にあるこう上白糖でやるとか、あとこう三温糖でやるとかっていうことになると、それらが持ってるちょっとミネラルが邪魔してしまうんですよね。ですのでここはもう純粋にグラニュー糖の方が絶対的な効果がありますので、まずグラニュー糖でやってみてください。で、このもう一つの理由、こちらがねちょっと本命になるんですけども、実際ねこの諸糖を入れることで一体じゃあ何が起こるんですかってことなんですよね。で、鍋の中で起きている変化として、加水分解っていうちょっと専門用語になってくるんですけども、加水分解されていって、添加っていうね言葉になっていくんですけども、添加と呼ばれる現象に変わっていって、このトマトの酸とこの熱ですよね、この2つの力によって、グラニュー糖と水がこう反応していって、ブロー糖と果糖というね全く別の甘み成分に分解されていくんですね。でこの分解されて生まれた果糖が実はすごい優秀で、このグラニュー糖のそのこの甘いですね甘さとは違ってすっきりしつつもですねこう奥行きのある甘みになっていくんですよね。ですのでトマトソースをこうトマトソースだったりとか煮込みにですねグラニュー糖、諸糖ですよね加える方で奥行きが出るよなんてね説明をされた方いらっしゃると思うんですよね。でこれはですね理由は分解されてきた果糖が奥行きを出すっていう要因なんですよね。なので理由としては2つでまず、こう諸糖を加えることで味覚のマスキング効果がまず1点と、あとはこの分解された果糖っていうものが奥行きを出す要因になるって、この2つで、実はこのトマトソースってすっごい美味しくなるんですよね。でよく私もねまかないを見てあげるときによくこう若手の子がこうトマトソースよく失敗するんですけども、日本のトマトっていうのは非常にこう酸味が強すぎるんですよね。でそこの時にこのグラニュー糖を少しね加えるっていうことが非常に重要になってくるよっていうところを言った時に、それって甘さを加えるんですかってこう聞いてくるんですけども、何度も言ってるんですけどもここは味付けのための甘さではないっていうことをいつも注力して言ってます。ですのでここはあくまでたくさん入れるんではなくてちょっとで大丈夫です。その少しの変化で奥行きが出ますので、ここは非常に大事なポイントですので、結構強くいつもねいろんな方にはご説明させていただいております。はい。ですのでね、トマトのこう、やぼったい酸味を上品にね、こう、コーティングしていって、ソース全体の、こう、旨味をぐっとね、全体の味ですよね、ぐっと引き上げてくれるっていうのが、このグラニュー糖を少しだけ入れるっていうロジックになります。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube 公式の登竜門であるハイプ機能が当チャンネルにも実装されました。スマホ限定の機能ではあるんですけども、公開から7日間、皆さんのね、熱い応援を届けていただくことで、世界にね、動画を広める、非常にね、特別なボタンです。いつもね、皆さんからハイプのね、応援いただきまして、誠にありがとうございます。本当に感謝しております。このチャンネルはね、期待の新人クリエイターの上位ランクに挑戦いたします。で、スマホ画面のね、流れ星マーク、ハイプボタンからですね、皆様の熱い応援を届けていただけたら大変嬉しいです。ハイプボタンは、どなたでもね、週に3回まで
押すことができますので、チャンネル登録、高評価、そしてハイプへのご支援、どうかよろしくお願いいたします。今回はね、トマトソースという形でね、ご紹介させていただきました。で、このね、ソーストマトなんですけども、ご紹介した以外にもいろんなソースにね、派生していきますので、これからね、もうこれで、ソースメールはすべてね、ご紹介しましたので、ここからね、いろんなソースをね、皆さんにご紹介していこうかなと思っております。はい。ぜひぜひね、楽しみにしていてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。